ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。横浜駅や桜木町、関内などといった横浜市中心部や新横浜、戸塚、上大岡、港北ニュータウンなどといったその他の市内副都心地域も経由しつつ、藤沢市の湘南台駅と青葉区のあざみ野駅までの間を結ぶ横浜市営地下鉄のブルーライン。全長 40.4km という路線長を持つブルーラインの長さは日本の地下鉄では都営大江戸線に次いで2番目に長く、駅数も都営大江戸線に次いで2番目に多いものとなります。そんなブルーラインで使用される車両ですが、5種類の3000系と2022年より導入された新型車両の4000系。5種類ある3000系のうちの最古参は 3000A 系というのですが、この 3000A 系、もう引退していてもおかしくないのに、なぜかまだ2本だけ今も走り続けているのです。一体何が起きているのでしょうか。今回の動画ではこの横浜市営地下鉄ブルーライン 3000A 系について4000系への置き換え計画などを見ていきながら、なぜ2本だけ今もなぜか残っている理由を見ていきましょう。それでは本編へどうぞ。横浜市営地下鉄 3000A 系の概要。横浜市営地下鉄3000系とは1992年から1993年、1999年、2004年から2006年、2017年にかけて導入されたブルーラインで使用される6両編成の通勤電車です。このうち1999年に導入された7本が 3000N 系、2004年から2005年に導入された14本が 3000R 系、2005年から2006年に導入された8本が 3000S 系と呼称され、2017年に1本だけ導入された最新仕様の車両は 3000V 系と呼称されております。最初の1992年から1993年に導入された8本は新横浜あざみ野間の延伸開業に伴う運用増加に対応するために導入され、2007年12月に開始されたワンマン運転への対応を機に 3000A 系と呼称されるようになっております。そんな 3000A 系の特徴についてですが、見た目はこの時代にありがちなビードプレスの補強が入っているブルーのカラー帯をまとったステンレス製の車体とまあ普通。ブルーラインではこの車両だけの特徴とはなるのですが、 FRP 成型品の覆いをかぶせた先頭部もこの時代によくありがちです。しかし一つだけ車体の特徴として挙げられるポイントがあり、それは客用のドア。この幅が通常幅 1.3 メートル程度とすることが多いのに対して、3000A 系では乗降性の改善を狙って幅 1.5 メートルと拡幅されています。この様式は以降の車両にも引き継がれてブルーライン標準となりましたが、扉のガラスが以降の車両と異なる点は 3000A 系の特徴です。一方で車内はどことなくですが、関西によくある通勤者の雰囲気を醸し出していることが特徴です。特にこの時代の関西の通勤電車ではよくありがちな一方で、関東の通勤電車ではあまり見かけることがない蛍光灯カバー付きの照明は目を引く車内設備です。さらに先頭車の最前部にはボックスシートが1組あり、この反対側は車椅子利用者などが気軽に使用できるフリースペースとして共用がなされております。ちなみに扉間の座席は7人掛けとされているのですが、7人掛けとすると1人当たりの幅が 400mm 程度と狭くなり、また着座区分を分けるためのへこみなども設けられていません。3000N 系以降の車両では6人掛けの着座区分が設けられており、実運用ではこれに倣う形で6人掛け座席として使われるケースが多いです。動力機構としては横浜市営地下鉄で初めて誘導電動機とインバータ制御を採用。また車外の行き先案内表示装置も1000系、2000系の字幕式に代わって LED を用いたものを初めて採用しているほか、車内にも2段表示が可能な LED 式の案内表示装置と路線図式の自液案内表示装置をセットにした装置が各扉上にあり、路線図式案内表示の点灯機構がなくなったこと以外は後の車両にも通ずる装備がこの車両で実装されていました。ちなみに路線図式案内表示装置の点灯機構は現在も現役で、快速運転開始時にも消滅せず引き続き使用。
他社では新規路線延長や種別新設などといった何らかの機会に廃止や店頭機構停止などの処置が取られることが多い中で、これはかなり珍しいと言えるでしょう。なお価格は1編成あたり 8.8 億程度だったとのことです。3000AK の継続使用計画。ところでこの 3000AK についてですが、製造から20年ほど経過した2010年代に入ると、老朽化や陳腐化の進行が目立ってくるようになりました。そこで横浜市交通局では 3000AK に対して大規模なリニューアル工事を施行する計画を立てます。このリニューアル工事の内容については詳細がウプ主は分からず、おそらく詳細計画は世に出ていないものと思われますが、主に劣化したスポット溶接をはじめとした鋼体の補修や床材や壁面デコラなどの劣化した内装材の張り替え、インバータ制御装置など足回り機器の機器更新工事のほか、車外の案内表示装置をフルカラー表示可能な LED 式のものへの交換、車内の案内表示装置を液晶ディスプレイ式のものに交換など、接客設備を最新の水準にすることも計画されたと思われ、現在の最新型車両である 3000V 系や4000系に準じた、それらと同等レベルの接客設備になる計画だったのではと思います。そして 3000AK のリニューアル工事実施期間中は、長期間にわたって工事中の 3000AK が運用を離脱するため、その期間中は予備となる車両が不足してしまいます。それを補填するために新たに車両を1編成導入する計画も立てられ、そちらは24億5000万円という超高額費用をかけて 3000V 系としてデビューすることになりました。 3000V 系は2016年12月に製造元の日本車両製造を出場し、 JR 貨物による高種輸送とトレーラーによる陸送を駆使して上長屋の車両基地へ搬入されて横浜市交通局へ納車。納車後に本線上で各種の試運転を実施した後に2017年4月より実際の営業運転を開始しております。そしてこれ以降に 3000AK のリニューアル工事が実施されていくと思いきや、実際には 3000V 系の導入以降 3000AK のリニューアル工事は実際に実施されませんでした。一体何が起きたのでしょうか。一転して 3000AK は全車廃車の計画へ。ところで 3000AK のリニューアルに向けて調査を進めると、3000AK の状態が想像以上に悪化していることが分かりました。3000AK の劣化箇所は主に車内床面の内部素材の経年劣化と屋根ポータイのスポット溶接の亀裂によるものだったのですが、これが想像以上に劣化が激しいことが調査で分かり、結果として想像以上の予算の計上が必要となってしまい、リニューアル工事の施行は得策ではないと結論付けられました。詳しい説明については省略させていただきますが、3000AK にリニューアル工事を施行して継続使用をするよりも、同数の新車を新たに導入してその置き換えで 3000AK を廃車する方が長期的に考えた費用面で得策だったと推測ができるのです。そこで 3000V 系に置き換える方策で2018年度に入札を実施し、2022年度から2023年度にかけて7編成追加で導入し、2017年に導入した1編成と合わせて合計8編成の 3000V 系で 3000AK8 編成を全数置き換える計画へ変更されました。これは既存の 3000V 系を製造した日本車両製造ではなく、川崎重工業がおよそ69億円で落札をしており、川崎重工の鉄道車両事業を継承した完全子会社の川崎車両が製造。車体構造やデザインが大幅に一新されたことから 3000V 系ではなく、新型車両の4000系として最終的に8編成が納入されており、これらは2021年12月から2024年3月にかけて納入され、2022年5月より営業運転を順次開始しております。4000系は横浜市が実施した各種調査に基づいてデザインを一新し、横浜のイメージや横浜らしさを抽出してデザインし、海辺の先進的な都会感をコンセプトとして位置づけ、凛とした佇まいとスピード感を感じさせるデザインとされました。またそれまでの車両のイメージを残しながら、
先頭部は全体的に平面や直線のエッジを見立てた外観として、さらにライト類をそれまでの横並びから縦並びに変更するなど、従来の車両と比較してスリルに見える外観が特徴です。車体は3000系から引き続きオールステンレス製ですが、3000R 系、3000S 系、3000V 系は日本車両製造が製造したのに対して、4000系は川崎車両という違うメーカーが製造を担当。そのため日本車両標準の日車式サスブロック交代ではなく、川崎車両標準の E フェイスを基礎とした車体構造となっており、これによって交代の設計が 3000V 系から大幅に変わり、これは結果として4000系という新型車両になった一因と考えられます。この4000系の導入が順次進められていくと同時に、代替として 3000A 系は順次廃車が進められていくこととなり、2022年10月から2023年6月にかけて4編成が廃車され、金属リサイクル工場へ順次搬出されました。しかし残りの4編成はまだリサイクル工場へ搬出されておらず、なんならこのうちの2編成はまだまだ現役です。一体何が起きているのでしょうか。もういないはずの 3000A 系がまだ走っている理由は？ところで 3000A 系についてですが、第24編成から第31編成までの8編成が該当し、このうち24、25、27、30の編成が廃車、解体済みです。しかし26の編成と31の編成はまだまだ現役であり、28の編成と29の編成も本線上には出られないようですが、部品取り用車両として上長屋の車両基地で眠っています。本来この段階ですでに 3000A 系はいなくなってもいいはずなのに、なぜかまだ2編成も現役で走行している上に、部品取りも含めたら半分の4編成がまだ解体されていないのです。これは一体どういうことなのでしょうか。これを考察するためには、3000N 系と 3000S 系に関する動向と、それらが関連する事故などから多角的に見る必要があります。まずは2019年に発生した2件の事故を見ていきます。2019年6月6日午前5時22分頃、湘南ダイハツあざみ野行き上り普通電車の初電である第532A 列車が下飯田駅を出発した後、時速55キロほどで走行中に激しい衝撃を受け、運転士が非常ブレーキを投入、防護無線を発砲して電車が停車しました。この時6両編成中、先頭1両目から5両目までの車両が脱線。車両については先頭から4両の6号車から3号車において、車体や台車、一部床下機器に損傷を負ってしまいました。なお当日の 532A 列車には運転士1人と乗客121名が乗車しており、運転士1人が打撲を負ってしまいますが、幸いにも乗客121名に怪我は一つもございませんでした。なお乗客は脱線していなかった最後尾車両から脱出し、下飯田駅のホームまで徒歩にて避難をしております。この事故の原因は線路保守作業のミスであり、具体的には分離機を用いずに保守用車を他の線路へ転線させる横取り装置という保守用の機材を撤去し忘れたこと、そしてその横取り装置に車両が乗り上げてしまったことで、車両が脱線してしまったことが原因となります。紛れもなく保守作業におけるヒューマンエラーであり、今後はマニュアルの整備、職員教育の抜本的な見直し、安全に関する情報収集や共有を速やかに行う仕組みづくりなどの事故対応策を実施していくことと発表されております。そして2019年にはこの事故だけでなく、ブルーラインにおいてはもう1件の脱線事故が発生しております。今度は8月29日8時35分頃、踊り場駅の引き上げ線で発生したオーバーランによる事故です。あざみ野駅を7時34分に発車した踊り場行き第 701B 列車は、踊り場駅到着後折り返し回送列車として入庫する前に、一旦湘南台方にある引き込み線に入りました。その後おそらく上長屋車両基地に向けてだと思うのですが、回送列車として折り返し出発することになっており、その折り返しのために引き込み線に入線するところで事故が起きました。
所定の停止位置をおよそ29メートルオーバーランしてしまい、所定停止位置のおよそ20メートル先にある車止めを逸脱して砂利盛り区間に突っ込んでその先の壁に激突してしまったのです。この時車両は先頭車の先頭寄りにある台車の2軸が脱線し、先頭から3両の車体が変形してしまったほか、先頭車の一部床下機器と先頭から4両までの連結機関連部品について脱落や浮きなどの損傷を負ってしまいました。なお快速運転時に運転される踊り場発着列車が使用する踊り場駅の引き込み線が使用できなくなったことが影響し、事故発生日から9月7日まで快速運転を取りやめることとなってしまい、快速運転実施前の2015年7月ダイヤ改正以前とほぼ同じ1時間に8本程度の普通列車が湘南台、安曇野間を往復する特別ダイヤを組んでこの期間は運転を実施しておりました。なお原因は運転士が瞬間的に居眠りをしてしまったことで、その諸原因としては睡眠時無呼吸症候群があるとのこと。また事故時に当該運転士が仮眠時の寝つきの悪さを指摘しており、これも原因として挙げられるのではと考えられています。これを受けて横浜市交通局では3年に1度実施している健康診断でのスクリーニング検査を毎年実施するようにするほか、運転士の睡眠改善に向けた取り組みや教育を強化するほか、ハード面では事業の見直しや職場の環境改善、使用頻度の上がった踊り場駅引き込み線へのオーバーラン防止装置の導入などを今後の対策として整備を進めるとしておりました。ちなみに2019年はブルーラインで起きた2件の事故のほか、横浜市内ではシーサイドラインが新杉田駅で逆走事故を起こし、さらに京急も神奈川新町駅構内で大規模な踏切事故が発生。さらに横浜市内ではなく同じ神奈川県でも厚木市内ですが、小田急線でも踏切衝突事故による脱線事故があり、横浜市や神奈川県を走る鉄道が呪われているとも評された1年でした。ところでこの時に事故で損傷した車両についてですが、下飯田立場間で脱線した編成が 3000SK 第53編成、踊り場駅構内で脱線した編成が 3000NK 第38編成でした。これらの2編成は継続使用に耐えうるものではないとされ、年度末の2020年3月末に席を抜かれて廃車されてしまったのです。その後2021年4月から5月にかけて 3000NK 第38編成の1両を残し、金属リサイクル工場へ解体のため搬出。研修用に保管されていた 3000NK 第38編成の1両も2024年3月に金属リサイクル工場へ解体のため搬出されています。また横浜市交通局ではこれ以降予備車が不足するために、2019年内に朝ラッシュの運転間隔をそれまでの4分20両から4分30両へ変更して予備車両を確保するようにしたほか、3000V 系二次車として7編成が発注されており、4000系として2022年以降に導入された新車について1編成増加された8編成が納入されたのもこの影響によるものでした。また 3000AK 以外の車両の廃車はこれだけでなく、2024年3月には 3000SK の第57編成も廃車になりました。こちらは2022年3月に終電装置が外れるトラブルを起こし、およそ9時間近くの運休を発生させた車両故障の当該編成で、修理されることなく廃車されたものとなります。ところで 3000SK は廃車になった2000系の機器を一部流用し、車体や走りに関する使用部品を申請して製造したものです。そのため同時期に完全新造で製造された 3000RK と比較し、1編成あたりおよそ2億6000万円安い、1編成あたりおよそ5億4000万円での導入に成功したのです。この流用部品は一部とはいえ比較的広範囲に及ぶものであり、大きな場所では台車、ATC 車上装置、補助電源装置、細かい部品では客用扉横の手すりや連結面間貫通扉の取っ手など、もちろんそれに付帯する部品も流用されていると思われ、ブルーラインのような第3機乗終電方式の路線では台車に設けられる終電靴と呼ばれる終電装置も当然流用部品でしょう。そしてこれら2000系からの流用部品についてですが、
1999年から2000年にかけて更新された補助電源装置を除き、2024年の段階で実はすでに製造から40年近くが経過したもの。製造後40年というのは鉄道車両として寿命の段階で、新品で製造した車体などはまだ20年経過していなくても、年数だけで考えたら結構老朽化しているものです。そのためこのタイミングで故障を起こして廃車になっても納得のいくものと言えるのではないのでしょうか。この結果として置き換えるはずだった 3000AK 以外に 3000NK1 編成と 3000SK2 編成の計3編成が予定外の廃車へ。その補充分として 3000AK を2編成継続使用させることで都合9編成の導入に対して廃車車両を 3000AK6 編成 3000NK1 編成 3000SK2 編成の計9編成とした上で従前と同じ数である稼働本数37編成を維持することでブルーラインの必要編成数を維持することができているのです。残った 3000AK はいつ廃車される？ところで2024年2月、横浜市は4000系二次車という名目のもと、新車を導入する事業計画を明らかにしました。この新車は2027年度に1編成導入した後に、2028年度から2030年度にかけて4編成ずつの計13編成が導入される予定です。この13編成というのは2023年末時点においての 3000NK の在籍数6編成と 3000SK の在籍数7編成を合わせたもので 3000NK と 3000SK の置き換えを目的に導入されます。しかし現実には 3000NK と 3000SK の合計数は12編成で置き換えるべき車両はこれに 3000AK も加わります。この残存している 3000AK の処遇についてですが、2024年7月現在では次期新造更新時に対応を検討するとされていますが、13編成で 3000AK と 3000NK と 3000SK の計14編成を置き換えると4000系一次車導入完了時における当初予定編成数と同数となり、いい感じに収まるのではないのかと思います。ウプ主は4000系二次車と仮称されている次期新車の導入時に残っている 3000AK も廃車されると踏んでおります。さて 3000AK が2編成引き続き在籍していることでブルーラインの在籍数は現在も想定必要数より1編成多くなっています。ではなぜ 3000AK は1編成ではなく2編成残存しているかですが、これは既存車両の更新工事を実施するにあたってその予備車両を確保するためのものだと考えております。現在 3000NK は置き換えに至るまでの時期まで持たすための簡易的な更新工事の実施が順次施行されています。また 3000RK についても今後しばらくの継続使用を見込み、2025年度から2027年度にかけて順次機器更新工事を施行するとしています。残存2編成についてはあと 4,5 年程度運転を継続するみたく、新車の導入スケジュールや 3000RK 機器更新工事の予備を考えると非常にすっきりとするのではないのでしょうか。いずれにせよ余命宣告された 3000NK や 3000SK 同様 3000AK についても先行きは長くないと言えます。現在は予備車的な立ち位置とはいえ昼間でも運用されることもありますので、もし記録されたい方がいらっしゃいましたら早めに動いてください。いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことによって本当はもうすでにいないはずの横浜市営地下鉄 3000AK が今も残存している理由について、予定外に廃車となった 3000NK1 編成と 3000SK2 編成があり、その穴埋めとして廃車されるはずだった 3000AK がまだ2編成残存していると考えられること。本来 3000AK はリニューアル工事を実施する予定だったが、劣化が予想以上に進んでいたことから新車の導入へ計画を切り替え、3000VK や 4000K の導入で全車廃車されることになったこと。しかし2019年に立て続けに発生した脱線事故で 3000NK と 3000SK を1編成ずつ廃車せざるを得なくなり、それの補充まで考えて 4000K の導入数が当初よりも増やされたのだが、3000SK はトラブルでさらに1編成廃車されることとなってしまい、
結果 3000AK を残さざるを得なくなったと考えられること。2編成残存している理由は運用数補填の他にも 3000NK の簡易更新工事や 3000RK の機器更新工事計画に対する予備者確保も関係すると考えられること。3000NK と 3000SK は2028年度から新車の導入で置き換えられる予定であるが、このタイミングで残る 3000AK も廃車されると考えられることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。